はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやー、九州もね、つい先日まではめちゃくちゃ寒かったんですけど、もうすっかりね、春の訪れを感じさせるぐらい、なんかあったかくなりましたね。あったかくなってくれることはすごい嬉しいんですけど、僕はね、重度の花粉症持ちなんで、春の訪れはそれはそれでね、怖いなと思っている次第でございます。はい。ということで、前回がですね、こちら、収納庫、石膏ボードを貼りまして、このように壁がついて、大体のね、形がわかるようになりました。1畳ほどの広さなんですけど、2階にも収納庫をね、確保できてよかったなと思ってます。ということで、今回なんですけど、この収納庫のちょうど裏側がですね、寝室のウォークインクローゼットなんですね。だいたい約ここ2畳ぐらいのね、スペース、ここにウォークインクローゼットをね、作ろうと思ってます。今回はとりあえずはね、壁の下地ですねを組んでいくところからやっていきたいと思います。それと今回はうちがいつもお世話になっている大工さんが2階寝室のね、天井下地を組みに来てくださいます。2階の寝室は天井を組むにも梁があってなかなかね、複雑なんですよね。それとか一部はね、勾配天井もあったりして、これは自分じゃ用しきれんなと思ったんで、大工さんにね、お願いすることにしました。ということでまずは前半はね、僕の DIY からお届けしたいと思います。今回も気合入れて頑張っていきます。やってくれ。よっしゃ。ここ一個忘れてるやん。よっしゃ。あれ、よりちゃん、上がってきたん工事現場上がってきたんよっちゃん。危ないからちょっと向こう行っとって。どないしたんよっちゃん。あんた。危ないよそこな。意外と僕の知らんところで2階上がってきてんねんな、こうやって。階段、いいやんか。うまいこと降りたな。びっくりするかな。意外と上がってきてましたね。初めて見た2階に上がってくるの。待って、よりちゃんがなんで2階に上がってきたかが分かった。多分あれや。今作ってるこのウォークインクローゼットの、今これ開いてるんですよ。こんな感じでね、天井裏があるんですけど、ここに来たかったんちゃうかな。なるほど。多分そういうことやな。ほんなら、ここは普段ボードとか立てかけて入られへんようにしとかなあかんわ。ここは継ぎ手を変えようか。先にここを継ぎ手にしただけで、こっちを継ぎ手にしよう。
よし、今ウォークインね、無事ぐるり動物がつきましたと。ここ、ウォークインクローゼットなんで、服をね、吊るす、ハンガーポールっていうね、ポールを、壁にね、通したいと思ってるんですね。そのハンガーポール取り付ける位置が、ここから、こっち。こう通したいわけですよ。こう通したいわけですよ。で、そのハンガーポール、床から高さ1900ミリ。1メーター90センチのところに取り付けようと思ってるんですね。その1メーター90ってちょうどね、ここの針ぐらいにかかるんですよ。でもご覧の通り、うちのこの針はですね、自由奔放な形をしてるというか、ちょっとここ斜めってるんですよね。垂直じゃないんですよ。だから現状、ハンガーポールをですね、この針にまっすぐね、取り付けるのが難しいわけですよ。なので、僕が考えたのは、もうこの針、ここにね、垂れ壁を作って、隠してしまおうと思うんですよ。どうやって作ろうかな。この針で、一番出てるとこってどこや？ここら辺や。ここら辺が一番膨れてるな。オッケー。ほんならここら辺を基準にしようか。何もあんね。10センチ。よっしゃ。よいしょ。オッケーオッケー。オッケー。あと、この下つけるだけや。よっしゃ。垂れ壁の下地完了。いや。ここにね、垂れ壁がちょっとできたことによって、若干ですね、ここ空間狭くなるんですけど、でも頭よりも上の位置なんで、全然気にもならないですし、よしよし。オッケー。ほんなら今日のところはこれで以上なって、ちょっとね、塞いでおこう。これでこの横も通られへんし、さすがにここは飛び越えへんやろ。オッケーオッケー。これでいいと思う。そうや。ハンガーポール用の下地を入れとかなあかんかったわ。よし。オッケー。よいしょ。よし。オッケー。ここ元々の壁が土壁なんで、土壁がね、多少の、断熱効果を発揮してくれるんですけど、それだけでちょっと不十分だと思うので、さらにね、スタイロフォームか。これで、お願いしたいと思います。
よしよしよし。とりあえずね、ここの2面、断熱することができました。ほんでまあ、こっち面に関しては、まだ電気屋さんのね、配線の関係上を開けておきたいと思います。ということなんで、今からですね、この2面の石膏ボードをね、貼ってしまいたいと思います。ほんでね、今回からちょっと新しい仲間が加わりました。それがね、こちら。囚人丸の子。これ前からずっと欲しかったやつ。やっと手にしましたよ。特にこういう石膏ボードだとか、カットした際にすごいホコリとか、粉が舞うものの切断をする際にはね、めちゃくちゃいいんですよ。早速ね、刃つけてみましょう。で、この刃もね、じゃん。こちら、石膏ボード仕様の刃をね、用意しました。いや、僕自身まだまだ素人なんですけど、道具だけは一丁前にね、のが揃ってきてますよ。こうか。で、ここに、六角もついてるんよ。便利。でね、この囚人丸のこのね、特徴がね、逆勝手仕様でして、僕がいつも使ってるこの丸の子とね、比べたら分かりやすいんですけど、これはね、こうやって持ったら、内側がこのプレートがね、長くなってるんですよ。だからカットする際は、こっちからね、こう覗き込まな刃先が見えないんですね。だけど、このね、逆勝手仕様は、この外側がプレート長くなってるんですよ。手前は短いんですよ。だから、この刃先がすごいね、見やすいわけです。ただ一つ難点が、ここね、カバーついてないんですよ。このカバー。これがちょっとね、危ないっていう。だからキックバックだけには気をつけて、使用しないといけないですね。な感じで。いやー、いいね、これは。さあ、どれぐらい囚人効果があるのか。よっしゃ。お、全然埃立ってないよ。いや、すごいわ。前普通の丸の子で切った時、えげつないぐらい粉飛んだけど、今回全然。すげえ、全然違う。おお、すごいよ。マジで。引き続き、こっち面貼っていきたいんですけど、明日からですね、大工さんがうちの寝室の天井の下地組に来てくれるんで、ちょっとね、今日はその材料を今からね、買いに行きたいと思います。よし、とりあえず今日はこれで OK。そして、カフェ板貼って養生しましたよ。貼りましたよ。手すりもつけたやん。手すりもつけて。いい感じでしょ。すごいな。いやいや、全然。天井どのくらいに行く？これの上でいいぐらいやな。この横にいっちゃうやつの上ぐらいで、はい。この針の箱しとこうか。こういうやつの上刃ぐらいですね。行くぐらいな。これの上刃で2段目の小屋組の下ぐらい。それでいいな。がいいですね。はい。いいな、それで。そうしましょう。はあ、なるほど。
こっち奥止めますよ。いいよ。キュッ。いいよ、よしよし。はい、ありがとう。いきますよ。いいよ。いいよ。いいよ。これをこっちつけたらいいね、トンと。こっちにいっぱいにつけて。はい、ここです。はい、いいよ。壁地をよう組んだじゃん。大したもんやんた。あ、ここの壁。こんな壁地をな、よう組んだじゃん。大したもんよ。ほんと感心するわんだ。だいぶ国さんの見て学びましたよ、僕。同じようにはいかんけど。学ぶことがあったかい。いや、もう学ぶことだらけです。もうそれとな、横山君やっぱ勘がいいんや。ここはどげなっちゅうけんどうするっちゅうのをな、勘でやっぱ作りきると大したもんや。間近で国さんがやってんのを見れたっていうのはこれは大きいですよ。これ見れんかったらそらいつまでたっても勘もつかめないけど見て、あ、大工さんこうしはるんやっていうので原理がわかるんで。これやったらなかなかじゃないよ。ありがとうございます。そっちいっぱいに取ってな。いいですか。はい、ここです。でもこうやって見たらやっぱそのいいところに針とかもやがあるから打ち付けれるんですね。ちょうど三尺おきにな、三尺おきに確かにもやがあるやん。もやがあるからね。なるほど、上から釣ってる感じですね。いや新築でもそうよ。あみんなこうして釣るんよ、もやから。よし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 。これで野縁を結んでいくわけですね。うん、そうそうそう。あんた前のがいいな。そう、道具だけはね、前にいろいろ持ってる。いいやん。あんたいいのか。いいな、ついちゃうな。こっちいっぱいに、はい。こんなんいいよ。そこにちょっと補強やろうかな。よしよ。おお。よいしょ。よし、オッケー。はい。路地板も便利ですね。こういう便利やろいろんな用途でね。な。これやったら広いからな。ね。ビスが止まりやすいやろ。はい。これボード貼るん大大変や。あんなもうじゃけんな。は小さく切っていかいけん。継ぎ手もどこついでいいんだから。酸が入っちゃうんやけん。い。うんうん。一番張りこなさんちゃう。大工さんでもまあそういうようなことあんたやっていかないかんだけ。そうね。うん。あ大変。あるけどシングルいっちゃう。あ、大体芯です。いい。それでもっとってな。はい。部屋が反対じゃなくてな、そっちに来る。先に針の上掃除しとけばよかったですね。すみません。いや、いいね、いいね。
ごいすげえこの幅あればいいよ。十分。明日はじゃあ斜めのここの勾配天井ですね。勾配ね。はいわかりました。 OK。 よし、僕は僕で引き続きね石膏ボード貼っていこうか。ほんでね、今ふとねここのね壁見て気づいたけどテープ貼り忘れてるわこっちの面も貼ってへんわ。一回石膏ボード剥がさなあかん。もう勘弁してくれ。まあ幸いにもねビスは4箇所しかね止めてなかったんでよかったマジで。よいしょよいしょ。うわよいしょよいしょ。オッケー。これでもう一回貼っていけるわ。オッケー。あと垂れ替えだけや。よいしょ。こっち押さえちゃってくれる？はい。僕今回ね自分でもあっちで垂れ壁あれ作ったんですよ。こう見たら僕のやり方間違ってへんなと思って結構嬉しくなっちゃいました今。はい、見てて僕と似たような原理で作ってたからなんか安心しました。ほんならファンタいやよかったんじゃない。よいしょ。すげえ。よし。これでわあ、ほんならありがとうございます。あんかまたあったら言って。わかり
うんありがとうございます。またなんか相談したいことがあったら。はい。いつでもはい。ありがとうございま言っす。てください。はい。ということで、今回はここまでになります。いやー、今週はかなり進んだんじゃない？まあ僕は僕でこっちのね、ウォークインクローゼット内、まあこの2面、石膏ボードを貼るところまで行き、向こうの寝室は大工さんに天井下地組んでいただいて、いいよいいよ。いや、それにしても大工さんは仕事が早い。僕は垂れ壁作ってこの2面石膏ボード貼るだけで約3日ぐらいかかってるんですけど、大工さんはね、めちゃくちゃ面積の広い寝室の天井下地組むのに1日ちょい ?1 日半ぐらいかくらいしかかけてないですからね。すごいよな。まあ今回もね、大工さんの仕事を間近で見させてもらって、あ、そんなやり方があるんやと、いろいろとね、勉強になることがありました。はい。こんな感じでね、バッチシ組んでいただきました。はい、すげえ。まあエアコン用のね、垂れ壁も下地だけ組んでくれて。でね、僕が驚いたのはここね、ここのコーナーの処理がすごい。それにしても寝室の天井、石膏ボード貼るのこれ大変ですよ。まあ梁だとか、こういう塚とかの形に合わせてね、石膏ボードをかたどらなあかんと。やばいって。いやー、もう考えただけで憂鬱ですね。はい。とまあこんな感じでね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。